はい、皆さんこんにちは。K4TV です。今日は政府の数の単元でつまずきがちなポイントに的を絞って解説していきたいと思います。うちでは通信教育の教材も提供しておりますが、この動画はその生徒さんからいただいたご相談はわからないとか、ここでつまずいたっていう相談をもとに作った動画です。うちの生徒さんには、こんな感じで随時オンラインでレクチャーしたり、相談に乗ったりしています。この動画を見ていいなと思った方は、ぜひ受講の方も、無料体験もできますので、検討してみてください。さて、今回お話しするのは、マイナスという記号の、理解の仕方です。すでに習ったけどつまずいてしまったっていう生徒さんのためのものなんで、負の数と引き算で分けて考えてもいいんですけど、ちょっとややこしくなるので、今回はマイナスっていう記号の捉え方という切り口で説明を進めていきます。負の数、0より小さい数って何だろうっていうふうに考え出すと、ちょっと哲学的な話にもなってしまうんですけど、マイナスってどんな意味か、どんな記号かっていうふうに考えたときに、プラスと反対の方向を表す記号だというふうに捉えてくれればいいかなと思います。プラスがこっち向きなら、マイナスはこっち向き。プラスが利益なら、マイナスは損失。プラスが進むなら、マイナスは戻る。プラスが東なら、マイナスは西です。最後だけちょっとって思うかもしれないんですけど、とにかくプラスとは反対方向を表すんだと。そういう理解の仕方ができれば OK です。マイナスっていうのがプラスと反対向きを表すんだなっていう理解の仕方ができれば、計算の仕方っていうのも分かってくるかと思います。まずは一つは掛け算。マイナスをかける。これはどういうことかというと、反対方向をかけるわけだから、つまり符号が反対になるんだと。向きが変わるわけだからね。プラス5かけるマイナス1。これはどうなるかといえば、プラス5はプラスの向きに5。で、これにマイナスをかける。つまり、反対向きになる。マイナスの向きに5ということなので、マイナス5と。今度は、マイナスにマイナスをかけるパターン。このマイナス3にマイナス2をかけるとどうなるかというと、マイナス方向に3でマイナス3。これにまずマイナスがかかるので、向きが変わります。これが2つ分なので、プラス6と。こういう感じです。次は加法、足し算です。マイナスとマイナスを足すっていうのがどういうことかって考えると、マイナスとマイナスって同じ向きですよね。同じプラスと反対向き。これが合わさるので、マイナス方向に伸びるっていうことだから、マイナスの数字を足し合わせればいい。ちょっと実際の、計算の例で見てみますね。カッコマイナス3プラスカッコマイナス2。これがどうなるかというと、まずマイナス方向に3、マイナス3があって、それに同じマイナス方向に追加するわけです。マイナス3があって、それにマイナス2を足し合わせるから、マイナスの方向に5ということで、マイナス5と。ちなみに、このマイナス3、マイナス2、これも同じ意味です。マイナス方向に3があって、そこからまたマイナス方向に2だから、これもさっきやったのと同じことですよね。だから、この答えもマイナス5となります。次も加法です。今度は、プラスとマイナスを足す。
プラスとマイナスを足すっていうのはどういうことかって考えると、プラスの方向とその反対の方向、これで、打ち消された残りを求めるっていうことです。ちょっとこれだけだとわからないと思うので、どういうことか一緒に見ていきましょう。過去プラス5、プラス過去マイナス7。まず、プラス5があって、そこにマイナス7を足す。まず、プラスの方向に5があって、そこにマイナスの方向に7。これを合わせるわけですよね。そうすると、この重なってる部分、この、マイナス7のうちの、このマイナス5の部分、これとプラス5が打ち消し合って消えます。そうすると、このマイナス2だけ残る。だから答えはマイナス2になります。今やったことを、振り返ると、このプラス方向とマイナス方向のこの大きさを比べて、大きい分だけを残すっていうことですよね。だから、教科書とか参考書にあるような、絶対値の差に絶対値が大きい方の符号をつけるっていうことになるわけです。プラスの方向に5があって、そこからマイナスの方向に7なので、これと同じ意味ですよね。なので、これも答えはマイナス2と。次は最後、減法です。このマイナスを引くっていうのはどういうことか。負の数を引く。0より小さい数を引くってどういうことなんだろうって考えてると、ちょっとドツボにはまっちゃうけど、記号の意味だけで考えれば、これもそんなに難しいことではありません。このマイナスを引くっていうのは、このマイナスのマイナスだから、つまりマイナスの反対だから、プラスです。例えば、このマイナス括弧マイナス5。まずマイナス5があって、それのマイナス。つまりそれの反対なんだから、プラス5。これ2個、プラス5とプラス括弧プラス5出てきましたけど、これ同じ意味なのはわかりますよね。プラスの方向に5と、プラスの方向に5を足し合わせる。同じ意味ですよね。計算に慣れてきたら、ややこしいんで、この上だけでいいんですけど、学校の試験では下方に直しなさいっていう問題が出てきて、それが穴埋めになってたりとかすると、この書き方じゃないといけなかったりするんで、この書き方にも一応慣れておいてください。これをちょっと実際の計算問題でやってみましょう。マイナス3、マイナス過去マイナス5。この部分は、マイナス5、それのマイナスだから、マイナスのマイナスはプラスってことで、マイナス3プラス5。で、答えは、2と。ちなみに、ただの引き算なんで、その計算自体はそんなに難しくないかなとも思うんですけど、この、その下方に直すときの書き方っていうのが若干ややこしいので、これも一応説明しておきます。プラス5のマイナス、プラス5の反対だから、これはマイナス5になるっていうのはわかると思うんですけど、これを下方に直しなさいの時の書き方で書くと、こんな風になります。プラス過去マイナス5。これ両方とも、マイナスの方向に5っていうことなんで、これは同じ意味です。はい、ご覧いただきありがとうございました。理系オン TV では生徒様、保護者様からの質問もお受けしております。ホームページ、公式 LINE、Twitter からお寄せください。動画の内容が気に入っていただけましたら、チャンネル登録もお願いいたします。それではまたお会いしましょう。